約80年前、沖縄では多くの人命が失われた地上戦が行われました。今回は沖縄本島に残る戦跡や慰霊碑を1945年沖縄戦の時系列に沿って巡りたいと思います。1945年4月1日、ここは沖縄本島読谷村の戸口ビーチです。沖縄本島の西側に位置し、夕日も美しいこのビーチのそばには、米軍上陸の地碑があります。この地碑には、当時のアメリカ軍率いる連合国軍がどこから沖縄本島に上陸したのかが描かれています。本島上陸が開始されたのは1945年4月1日。アメリカ軍はこのそばにある比謝川河口付近を中心に南北10キロの海岸から上陸しました。ここ読谷村は多くのビーチ、世界遺産の座喜味城跡、八千文の里、リゾートホテル、残波岬などがあり、沖縄旅行で多くの方が訪れる場所。実はここが沖縄本島への最初の上陸地点だったのです。この近くには当時2つの飛行場があり、上陸後すぐに2つの飛行場は占領されてしまいました。その一つが北飛行場です。現在面影があるのはこのストレートな直線の土地だけですが、ここに飛行場があったのです。アメリカ軍に接収された後、戦後はパラシュート降下訓練などで利用されていましたが、現在は全返還され、読谷村役場や野球場など現在の街並みが広がっています。そしてこの付近には掩体壕という当時の飛行機の格納庫が残っています。現在は鉄筋で補強されていますが、当時はこの空間に飛行機を入れて空爆から守っていました。独特な形をしていますが、これはドラム缶を積み上げ、その上に土をかぶせ、かまぼこ型に整え、セメントで覆った後、土やドラム缶を掘り出して作られたためです。また、ここには儀列空挺隊玉砕の地碑があります。儀列空挺隊は当時の選抜された特殊部隊。時系列から前後しますが、彼らは占領された2つの飛行場に降り立つ任務を受け、1945年5月24日、160名近くの空挺隊員及び飛行隊員が熊本の飛行場を12機14名ずつに分かれ離陸。北飛行場には5機が接近しましたが、無事に着陸できたのは1機に乗り合わせた十数名だけでした。着陸できた10名ほどで30機以上のアメリカ軍の飛行機を破壊、損傷させ、敵陣営を混乱に陥れるなどの成果を上げましたが、ここは敵陣営のど真ん中。着陸した全員射殺され全滅してしまいました。ここにあるのはその慰霊碑です。沖縄戦では鉄の暴風と呼ばれるアメリカ軍の激しい空襲や艦砲射撃を例えた言葉がありますが、そんな中ここに降り立とうとしたなんて想像を絶します。また鉄の暴風は沖縄で今でも多くの不発弾が出てくる理由にもなっています。沖縄戦で使用された弾薬は約20万トン。うち1万トンとされる不発弾のうち約8000トンを今までに処理。しかし、今なお約1900トンの不発弾が埋没していると推測され、県内すべての不発弾を処理するには100年以上かかると言われています。一つ撤去するのに多くの人が避難する爆弾が暴風のように飛んでくる様子を考えただけで恐ろしくなります。戦後、2つの飛行場はアメリカ軍に接収されましたが、2006年に当時の北飛行場は全返還され、今のような街並みとなりました。そしてアメリカ軍が上陸してきた比謝川河口付近から近いもう一つの中飛行場は現在の嘉手納基地です。嘉手納基地の面積は嘉手納町の面積の8割を占めており、街づくりに大きな制約を受けています。米軍基地の中は通常ほとんど見ることはできませんが、道の駅嘉手納の4階屋上からだと嘉手納基地を一望することができます。4月8日から4月23日。この場所は宜野湾市の嘉数高台公園です。ここではこの期間に激しい戦いが行われました。今でも無数の砲弾や弾痕の跡がついた壁、陣地壕、統治下と呼ばれる攻撃陣地が残っています。嘉数高台公園には展望台があり、
世界一危険な米軍施設と言われる普天間基地の飛行場が見えます。普天間の街と一体化したように見えるこの飛行場は、1945年、日本本土決戦に備え、アメリカ軍が滑走路を建設したことに始まります。4月25日から5月6日、嘉数高台公園から 1.5 キロほど南に行くと、浦添大公園があります。ここにはメル・ギブソン監督映画、ハクソーリッジの舞台、前田高地と呼ばれていた場所があります。前田高地は浦添大公園にあり、そばには浦添城跡、浦添ヨードレも残っています。遠くを見渡せる場所で、浦添から宜野湾、北谷、読谷村とずっと続く海岸線が見渡せる場所です。ハクソーリッジは前田高地の北側の約150メートルの険しい崖をアメリカ側が付けた名前です。日本軍は嘉数、前田高地ともに敵の観測の影響を受けづらくなる陣地を構築して圧倒的に劣る火力をカバーしていました。今では街が見え、遠くには海岸線がどこまでも続く昔激戦があった場所とは思えない綺麗な眺めが広がっています。読谷村付近の海岸から上陸したアメリカ軍は、日を追うごとにだんだん南へと進軍していっているのがわかると思います。ちょうど沖縄では梅雨の時期にあたる5月中旬頃には那覇市に、その進軍はたどり着いてしまいます。5月12日から5月18日、現在の那覇市小諸町付近にはシュガーローフ、日本側では朝戸52高地と呼ばれていた場所があり、ここも激戦地として知られています。那覇市小諸町付近には2000年以降開発が進み、今は海すら見えませんが、小高い丘になっており、昔ここから慶良間諸島が見えたことから、慶良間チージと呼ばれていました。また、2019年10月の火災で正殿などが焼失した首里城。現在、復興中の様子を見ることができますが、首里城は沖縄戦でも焼失しています。実は首里城の地下には旧日本軍の第32軍司令部壕があり、アメリカ軍も場所を把握していたことから空爆、艦砲射撃を受け、首里城を含む首里一帯も焼け野原になってしまいました。場所は首里城の地下15メートルから35メートル。全長は約1キロととても長い司令部壕です。現在、この32軍司令部壕は整備された壕ではなく、崩落の危険性があり、中を見ることはできませんが、沖縄県として保存・公開に向けて取り組みますと、県のホームページで公開されています。首里城に行ったことがある方でも、自分たちの足元に長さ1キロを超える壕が存在していたなんて知らなかったのではないでしょうか。5月22日、だんだんと戦火が南下してき、攻撃が強まる中、第32軍の牛島司令官は、首里から本島南部へ司令部と部隊を撤退させる決定をします。その撤退をした場所が現在、平和記念公園のある摩文仁の丘です。ここは本島最南端近くで、40メートルほどの断崖絶壁。海側からは上陸ができない地形のため、防御には適した地形。この頃、南下してくるアメリカ軍から逃げるように、住民も南へと移動していました。アメリカ軍も那覇を越え、南部へと進軍することになります。首里撤退を決めたこの日から約1ヶ月、さらなる地獄のような沖縄の地上戦は続きます。6月4日から6月13日、アメリカ軍はオロク飛行場、現在の那覇空港のあるオロク半島に上陸。現在の那覇市と豊見城市の間に位置する旧海軍司令部壕では、当時南部撤退日程の誤解により多くの重火器を自分たちで破壊してしまいました。6月になると司令部壕周辺のオロク半島では戦闘が激化し、海軍は孤立することとなりました。そして包囲されたアメリカ軍に対しては竹槍同然の武器で応戦しました。旧海軍司令部壕は手掘りで掘られた地下にある海軍の司令部で、当時の様子を感じることができる戦跡です。攻撃の中、壕内は負傷者や兵士で通路までいっぱいになり、足の踏み場もなく、トイレもなく、
悪臭や衛生状態はひどいものでした。包囲されたアメリカ軍に追い詰められ、6月13日には海軍少将の太田司令官らがこの壕内で自決しました。沖縄戦では民間人が巻き込まれ、多くの犠牲者が出ていますが、沖縄県の若い学生たちが兵士や看護要員として動員されたこともご存知でしょうか。兵士は鉄血勤王隊と呼ばれ、なんと14歳から19歳の男子学生でした。また、沖縄本島北部では五協隊と呼ばれるゲリラ部隊にも学生が動員され、多くの命が失われています。摩文仁の丘にある沖縄師範賢治の塔のように、沖縄県には学徒として召集され亡くなった生徒、教員を祀る慰霊碑が数多くあります。また、女子の学徒隊で有名な姫百合学徒隊は、沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校2校の女学生222名、教員18名の合計240名で構成された学徒隊で、野外病院で負傷者の看護をしていました。こちらは野外病院の一つ、沖縄陸軍病院南原郷郡20号です。ここは自然のガマではなく手彫りで作られています。この壕の大きさは長さ約70メートル、縦横約 1.8 メートル、懐中電灯で照らしていますが、本当に真っ暗な場所。この暗く狭い壕では、医療機器や麻酔など物資が少ない中で手術も行っていました。ここでの話も想像を絶していて、麻酔なしでの切断手術や、外に出ての命がけの食事の用意、そして日本軍の南部撤退に伴い、戦地がだんだんと南へ移動する中、この場所を離れる際、移動できない兵士から軍の情報を漏らさないため、自分たちが看病していた兵士に生産借入ミルクを配らなければならないなど、恐ろしい体験をしていたのです。6月18日、現在姫百合の塔のある沖縄陸軍病院第三外科壕に移動した姫百合学徒隊は、この日信じられない解散命令を受けました。これは学徒隊を解散し、各自で行動するようにという命令でした。命令後、生徒たちは砲弾が飛び交う南部を逃げ回り、激しい攻撃で多くが命を落としました。ここに残った者も翌日、アメリカ軍に投降を勧告されましたが、当時は捕まるイコール何をされるかわからないという反米教育をされていたため、洞窟から出ず、多くがガマで攻撃を受け亡くなりました。姫百合学徒隊で亡くなった136名のうち117名は、この解散命令後に亡くなっています。姫百合の塔では、その亡くなった学徒隊が祀られています。沖縄戦では、生きて捕虜にはなるなと教え込まれていた住民が、アメリカ軍を恐れ、自決を選ぶことが多くある中、先ほど紹介した読谷村にあるシムクガマでは、ハワイ帰りの比嘉平蔵氏がアメリカ兵と対話し、混乱する住民を説得し、投降を促し、約1000人の村人が自決することなくガマから出られた稀なケースもありました。6月23日、第32軍の牛島司令官らが、この摩文仁の丘にある第32軍司令部摩文仁号で自決。これにより、沖縄での組織的戦闘が事実上終了。この6月23日を戦後、沖縄県では慰霊の日と定め、戦没者を追悼し、平和を願う儀式が行われています。平和記念公園にある平和の礎、国籍や軍人、民間の区別なく、沖縄戦などで亡くなられたすべての人々の氏名を刻んだ記念碑です。沖縄県が令和5年6月23日に発表している国名者総数は24万2046人。沖縄戦によって本当に多くの人々が亡くなっています。今回ご紹介した以外にも、沖縄県には数多く戦跡、慰霊碑があります。住民を巻き込んだ大規模な地上戦により、多くの命、家などが失われ、文化的遺産も多く消失しました。残った戦跡や戦後建てられた慰霊碑など、沖縄戦が行われた事実を痕跡から感じることができるこの遺跡は、戦争体験者がいなくなっても残り続けます。私たち戦争を体験していない者だけになっても、いかなる戦争であれ阻止しなければなりません。犠牲となった本当に多くの人々の慰霊と平和を続けていくために、
歴史を語り伝えていくことが重要です。今回は慰霊の日を前に沖縄戦で起こったことを風化させないためにも、沖縄本島に残る戦跡などを知っていただきたいと思い、時系列で本島上陸の中心地、読谷村から南部にかけての出来事の一部を合わせて解説してきました。この動画を見て多くの方が沖縄戦に関して知っていただけると嬉しいです。自分たちも、そして未来を生きる子孫たちの時代になっても平和を続けていきたいですよね。グッドボタンを押していただけるとより多くの方に見ていただけるので、皆様よろしくお願いいたします。